信じられますか？信じられません。めっちゃ軽いねこれ。大人2人余裕で寝れんね。嘘でしょ。居住性完璧だわ。このスペースをこんな風に。軽トラのこれ荷物なんですよ。もし俺らがゲットするとしたら、さっきの埼玉県に来てます。今日はキャンピングカーを見に行きまうん。サンデー RV さんっていうところに。す。そう、サンデー RV。うん。教えてもらって。それまで知らなかった。私も。で調べたら埼玉だったから、うん。メールしてみたら、ぜひ来てくださいって感じだったんで。うん。ホームページ見て、すごいその取り扱ってる商品とかも面白そうだったから、純粋に見てみたいなっていう気持ちで。そう、めっちゃ面白そうだった。うん。そう。ちょっと楽しみ。楽しみ。あった、キャンピングカーって見えた。あった。いっぱいある。いっぱいあるね。なんかエアストリームみたいのもある。うん。ちょっと可愛いのが見えます。おお、すごい。そうだ、ここなんか地図で見たら工場ってなってたよね。そういえば。うん、自社工場かなんかっていう名前になってて、ここでまさにキャンパーを作っている。展示場かと思ったらね。作ってる。すごい面白い、超貴重だよこれ。こちらがサンデー RV SL シェル。シェルを乗せるタイプだね、軽トラに。うん、これは車は自分で用意して、このシェルを買って乗っけるっていうものだね。これなんかさ、安いよね。140何万からとか書いてある。148万円からなんです。148万円からか。オプションなしの値段がまあそれで、それだと結構最低限な感じだけど、すごいお手頃だよね、キャンピングカーにしては。でベース車両はスズキのキャリーと同じで、日産のマークがついてる。日産に OEM でやってるから、要はキャリーだ。要はキャリー、の、標準タイプ。はい。キャリーってスーパーキャリーと、この普通の運転席が短いやつがあるんだ。ただ短い方のタイプ。その分に荷台が長くてシェルが広いんだと思う。後でちらっとスーパーキャリーの仕様も見せてもらうけど、一旦これ。はい。何面白いの？荷台の部分。荷台の部分だけ？多分さ、これどういうこと？キャンピングカー作るときにこれ切り離すからいらなくなるんじゃねえのか、もしかしたら。そっか、前の部分。荷台がそっか、この荷台の部分を外して、でその荷台がもっとあったところにキャンパーがバコンと爆誕する。でなんか荷台の下にまた別の車輪つけて、なんかトレーラーみたいにしてるの。何か新しいものが誕生してる。おもろいじゃん。これ面白いね。めっちゃおもろいじゃん。軽トラの荷台に積んであるシェルだね。バンクベッドがあって、窓がある。バンクベッドの両側に窓がついてる。両側、反対側もある。10センチぐらい運転席の上隙間があって、ちょっと前に出てるぐらいで、なんかここにカクッカクッってなってる。結構高さはありそうだね。で多分中で立てるの。で固定はどうしてる？もともとついてる出っ張り、ここにってこうベルトで、バンドみたいので、ベルトで固定してある。これあれラチェットね、ガリガリガリって締めていくよ。4箇所だね。片面2箇所で、反対側にも2箇所で、おそらくこの部分にサポートアームっていうのが付けられる場所なんじゃないかなと思うんだけど、このシェルを積み下ろしするときに使う、要はジャッキだよね。ちょっとそれジャッキ見に行こっか。あっちにねジャッキで立ってるやつがあったから。これやっぱりさ、さっきの黒いところにここにつけてあるね、ボルトでアームを固定して、でこれを伸ばすと、これが上に浮いて、シェルが上に浮いて、車が出せる。これは多分電動ドリルでウィーンって回すと下伸びていくんだ。手動でもできるけど、ミスティックで見たやつと一緒だ。電動でやるとビーンって速い。そう結構楽じゃない？これがあったらね。なんか標準でついてるみたいよ。これは標準なんだ。これベルトはこうだね。これで確実に締まっていくと。なるほど。ベルトとね、アームの固定はこのシェルの中からボルトで挟み込んでるね、中と外で。裏はこういう風になってる。
これが4箇所あるからちゃんとがっつり車体に固定できるってことだね。今標準のを見てるんだけど、オプションでね、250センチのサイドオーニングをつけたつけりれんだ。することができるんやって。他のオプションとしてはね、ソーラーパネル200ワット上に積んだりもできる。ああ、ソーラーもオプションでつけれんだ。あとはね、折りたたみステップ、ああ、なるほどね。出るやつがつけられるんじゃないかな。まあ、あると乗りやすいね。そうね、なしでも乗れないことはなさそうな感じなんでこれ軽トラの煽り取ってあるからその分低くはなってるね。多分結構屋根広いからうんうん。ソーラーパネルとかめっちゃ大容量のパネル積めると思う。まあ、一応オプションでつけることもできるけど、自分でもっと大容量のやつを乗せたりとか、俺自分でつけんならうん200を2枚か3枚は乗せれると思う。いけそうだね。いけると思う。そしたらかなり電力賄えるんじゃないかな。うん。シェルの重さが280キロって言ってたから、まあそこそこ重いんだけど、そんな沈んでる感じはないね。ああ、そうね。俺らの軽トラよりリーフバネの枚数少ないと思う。これ標準仕様のやつだと思う。つまり俺らのノーハン仕様の倍のバネだから、多分ねこれ余裕で乗るってこと。あ、余裕。そうこっちが窓がなくってこっち側に窓があると煽りがあって、もう2センチぐらい隙間があって、こう煽りの形に沿って幅が決まってる感じ。これ車自体は普通の軽トラですね。普通の軽トラにシェルが乗ってるだけ。下回りも綺麗だね。じゃあ中入っていきましょう。うん。なんかね、鍵がついてる。鍵なんか2個あるね。ん。セキュリティバッチリってこと。あえてこれ使わないで乗るっていうね。あ、ほら、乗れますけど、乗れるね。やっぱステップあった方が乗りやすいとは思う。ああでこのドアのロックは内側からもできると。内側からロックできるの重要だね、寝るときは。ここになんかスイッチ関係があって、お、照明が。おお、照明が間接照明風だね。じゃあ、バンクベッドから見ていきましょう。見ていこう。前にこう伸びて展開するみたいなほうほタイプなんだけど、伸ばさない状態だと寝ることは難しそう。140センチぐらい多分。う。うん。軽トラの幅と一緒ってことだもんね。うんうんあ、窓にはあれカーテンがついてるね。カーテンついてに。る。窓が左右についてるから結構明るいという。お、あ、バコンってはまったね、ここに。はまった。溝があらかじめ用意されてて、これどんぐらいのさ力必要だ。全然いらない。めっちゃ軽いねこれ。これね、すごいやりやすい。あー、やりやすいね。クッションをずらしてじゃあこれ乗っちゃおう。ちゃんとフラットになったね。俺172センチなんだけど、うん。ちょうど寝れる感じ。ちょうど寝れる。幅が140センチで長さが186センチだって。多分180センチぐらいの人はちょっと窮屈かもしれない。なるほど。で日本人の平均身長に合わせてやんだろうねこれ。うんうん。多分下のソファーベッドの方が長さ長いから背高い人は下で寝る感じかな。足をあっちにやったらだいぶ余裕だわ。あ、本当。 180センチ以上の人でも寝れるわ。ここの部分がさちょっと奥に行ってんじゃん。これのおかげでこの足がね収まりが良くなってる。大人2人余裕で寝れんね。うん。手間はない。ベッドの準備のそうベッドのね力いらないのはすごいいいなと思いました。ね。俺ら前軽トラのなんだっけホロでさやった時結構手間だったもんね。やっぱ、バンクベッドはやっぱ常設に近い使い方ができるのがいいね。いいね。前頭にしても俺らの身長ぐらいやったら楽勝。うん全然。窓やってみて。開けてみるね。窓開けてみて。ちょっと暑い。暑いね。あー、外の空気さっきまでさ雨降ってたからめっちゃ蒸し暑いんだよね今。で、それ反対側も窓が開くので、開くね。じゃあ換気しながらやろう。寝るときはカーテンをうん。で閉める。これは寝れます。寝れます。快眠できるわ。俺今下に降りてきたんだけどうん、2部屋できるね。こ
っち寝室で、そっち寝室でここで座ってさ作業とかできるわ。しかも俺も直立できるんだよこれ。すごいよね。高さ176-7センチぐらいある車内高で。これだったら多分結構楽に2人旅できるわ。見て、ベッドのね横のところにね収納がついてるの、細めの。結構使えそうこの収納は。ね、こまごましたもんが入りそう。洗面用具とか歯ブラシとかタオルとか。あ、タオルとか。何入れる？あと着替えとかタオルとかそっち系かなと思った。着替えはさこっちじゃね。これどうやこれあ、こういう開き方するんだ。はいはい、押して開けるん。散らばりそうなものはここの中かな。どうやって固定してんの？これが左右についてるんだよね、同じものが。うん。こっちにもこれほらとこっちもあるで。 4つ。意なか外なか入ると、じゃん。狭いようで結構収納も作られてて、うん。これは考えてある。しかもここはねゴムがついてるんで落ちにくいように。走ってる時にガタンガタンになっても落ちないようになってる。すごいちゃんと考えてある。ゴムはいいかもね。いいいい。ゴム参考になるわ。なんかちょっと気になるのがさ、照明の感覚がなんか面白くない？ちょっとずつなんか近づいてない？あそこ近くない？それは奥のバンクベッドをしまった時のバンク上あ、上用で分けてこれつけたとり思った。あ、ねえねえ、で照明で言うとここのキュイーンってなってるところがちょっとおしゃれ。ああね。ここはね、ね。キュイーンってなってるねここは。で間接照明だよやっぱ。そうそう。もしかしてあれじゃん、俺らのさキャラバンもさ間接照明だったじゃん。だったね。あれを参考にしてんのかなこれ。まさか。サンデー RV さんが俺らのキャラバン参考にしてるかもしれない。知ってるわけないやん。でここにもある。これ多分はテーブルが下にあるからここの手元を照らしてくれる明かりなのかな。ね、だから海子があっちに寝てる時に俺がここでサッカー観戦する時にここの照明をつけて優しく照らしてくれるわけだ。セカンドルームってことです。戻すのはクッションをずらしながらだよね。最後まで軽い。軽い。ベッドの土台はどうやって固定されてるのかはちょっと分かりまこせん。れで隠れてるけど。まあボルトが入ってるんだろうね。うん。ここも寝れるってことじゃん。じゃあ何3人寝れちゃうってこと？そう、出身店員3人。だから乗車店員は2人なんだけど3人寝れるってことはゲスト1人寝れるってことよ。そういうこと？すごいな。自転車で現地集合した友達とかも一一緒にこのシェルで寝れるんだよ。すごいな。激アツじゃんそれ。ちょっと寝てみてこれ。ここも180センチぐらいあるのかな。190センチ。190センチこの中のベッド。ここもまあ頑張れば2人寝れるけど1人だとかなり余裕だね。なんか横幅81センチとか。81センチもあんだ。大の字になって寝れるじゃん1人だったら。余裕。これはねこのベッドの下が気になるんです。多分この下にバッテリー関係ありますよね。ここになんか持つところがついてる。うわ広広。ちっちゃいバッテリーが嘘でしょ。嘘でしょ。なるほどね。いやこれ多分仮だね。これは仮の姿ですよ。サブバッテリーが仮です。すいません。小さ仮オプションで鉛バッテリー12ボルト100アンペア。オプションで100アンペアはね。400アンペアのリチウムバッテリー。鉛とリチウムオプションあります。電気関係のオプションついでに言っちゃうと、FF ヒーター、12ボルトエアコンで300ワットインバーター。あすごいね。じゃあフル装備できない。アイソレーターって何？アイソレーターは倉庫充電器だね。倉庫充電器つけるんだ。50アンペアなのでフルフルでつけたらめっちゃ充実させることもできる。フル装備のキャンピングカーもできそうですね。フル装備つけてもここの中には多分収まることが収まるんじゃない余裕で。ね、こっちは余るからここは収納として使えるのかな。この辺ぶち抜いてこの下に何も置かないってなったら広大なスペースができるね。190センチあるからショートボードも入るし釣り竿も中物も入る。この下だったらここぶち抜いたらね。あとあれでもしここの外に縦の収納なんかラックみたいのつけれたらそこに長物置けるじゃん。これ高さあるからさその方がいいかもね。そんなん見たことないけどねじゃあ次はいよいよここの部分見ましょう。ここちょっとご覧ください。それ気になった。これを多分ここをこうやって
でこうパターンってなるんだ。おお、ギリギリの寸法でスポーンって。なるほどね。ここまで広っ。テーブルが広い。しかもシンクも結構広いんだけど。てかそのままでよくね。ここで寝るときさ、そこに足突っ込めばいいじゃん。あそのままでもだね寝れるじゃん。ダメだね。ここまでこうやってここ足だったらね気にならないもん。ほらほら。まあでもそっち側に寄っかかりたいときはあるでしょ。そういう時も。そういう時はこうやって。そうやってそっち側にクッションとか置いてさ、今絶賛キャンピングカー作り中だから、そこの工場で。そう大人気みたいで。ここにシンクがシンクがあります。大きめのシンクが。結構大きいよこれ。これビヨーンってなるね。なるね。ビヨーンって。これ見たことないね、こういうタイプは。で下に給排水タンクが。下に給排水ね。実はさっきちょっと開いてて見えちゃったんだけど。給排水はあれだね。まあこっから排水出し入れする必要あるね、タンクを。ありますね。排水も給水も。それは若干不便。ここ重いのこうやんの。キャラバンの時もそうだったじゃん。車の奥にタンクがあって出し入れです。まあ理想はこの外からここの空間扉つけて出し入れだけど、ここは軽トラだから煽りがあるから、このタイプだと無理なんだね。そうだな。自分で作るとしたら、例えばこっち側にタンクを置くとかすると出し入れはしやすくなる。こんなに水使わないよっていう場合はタンク小さくしたりしたらこの収納が増やせるね。確かにこの空間自体は結構広いから。結構広いんだから、さらに棚とかをつけたらキッチン用品を置けたりもできる。できそこのテーブルはね、なんか上から見ると浮いているように見えるんだけど、ちゃんとこの L 字金具で固定されてたね。ある程度荷重が乗っても大丈夫で、ここは軽トラの横の煽りがこの下に入る形になってるから、ちょっと内側に入ってきてるね。う。うんうん。でこの窓今開けてたのはスライド式ね。ここにもカーテンがついてますね。カーテンがあって、まあ夜はカーテン閉めるよな。丸見えになっちゃうからね、カーテンないと。なっちゃう。こういう感じでいいねいいね。すごい快適に過ごせるイメージがもうできるんですけど。めっちゃくつろげるもん。うん。居住性完璧だわ。完璧。あ、ねえねえ、あとさ、ここにも収納あった。はいはい。そこ結構あるね。うん。でここにもちゃんとゴムがついていて。落下防止ね。そうそう。小さいながらすごい考え抜かれているなという印象ですな。ここでさ、いろいろ作業するのにもちょうどいい。高さとかもちょうどいいし、ある程度広さもあるし、料理して作って食べてっていうのも十分。じゃあ冷蔵庫はないね。冷蔵庫どうする？この足元に置くか。足元かね、やっぱね。一人旅だったらもうここで寝る前提で、もうバンクベッドがもうバンク収納だね。そうだね。一人だったらね。うん。じゃあ二人でもできんじゃない？それ二人でも、俺ここで二人で寝れる気がするんだよ。ちょっと寝てみる。多分寝れるぜ。あ、いけるじゃんこれ。まあ寝れるね。でもちょっと俺の腕だけこう下に落ちる感じだけど、いけるじゃんこれ。意外といける？家のさベッドよりちょっと狭いぐらいじゃね？だいぶ狭い気がする。例えばだよ、このベッドがあと10センチ横幅があってもさ、座れるじゃん多分。座れる。こうするとここだけで常設ベッドができちゃう。あ、本当だ。バンクは全部完全収納とかしちゃえばね。うんうん。グルちゃんスペースどうする？もしかしてバンクベッドがグルちゃんのスペース？あそこグルさんの部屋か。この部屋。あそこ拠点に、もう別にどこでも自由に行き来できるようにすると快適かもね、グルちゃんが。でグルちゃん窓から監視できるし。あ、そうだね。まず網戸にした方がいいね。余裕で出ちゃうから、あとあれだ、天井が高いから、ここにうまく上にラックをつければサーフボードを積むとかもできるかもね。この高さあったら。できる。高い、そのサーフボードがあるところは直立ができなくなるけど、これ今頭がこの辺まであるから、釣り竿ラックとかこの辺に作れんじゃん。スッて作れるよこれ。このスペースをこんな風にこれだけ有効活用できるのかっていう。なんかね、妄想が止まらないっすね。止まらない。こここうしたらどうみたいな。そう。ここに冷蔵庫常設して、でここはもうソファーとしてしか使わない。で寝るときはバンクベッドっていうのもできるよ。それもできるね。それが一番ゆったりじゃない。寝るスペースはしっかり取れて快眠で。そうだね。だってそんなに手間じゃなかったもんね、ベッド作るのね。
いやちょっとシェルやっぱいいかもな。面白い。バンク形式にするかどうかは別として、軽トラのシェルってのは結構面白い。今さ俺らキャリーあるじゃん。キャリーにさシェルを作るのはまだハードルが高いなと思って、まずはと思ってホロをつけてるじゃん。でホロも改善の余地はすごいあるんだけど、居住性とかね、断熱とかね、多分それを突き詰めたら最後はシェルになる気がする。軽トラの使い方。確かにな。だってさ、旅家さんのシェルとかすげえ快適だったじゃん、あれ。あれ見ちゃったらね。あれ見ちゃうとね、でもしかもさ、そう法律が改正されてちょっとはみっても良くなったんよ。今このシェルってさカツカツじゃん、幅、辛い位置じゃん、軽トラの幅とじゃなくて横と後ろちょっとはみっても OK になったんよ。そのサイズのシェルがもしあったらさ、もっと広くなるってことですよ。いやすごいよ。ここに冷蔵庫置きたいよ。横型のやつ、このクッション外してさ置いたらさ、ここの高さ足りそうじゃん。じゃ結構冷蔵庫って使用頻度高いから、使いやすい場所にあることは必須。大事、ここにあったら場所完璧やもん。ビール取りたい時にスッて取れないとすっげえストレスじゃん。だから飯作る時もそうでしょ。ご飯作る時はスッと取り出したいですね。できたら野菜疲れてるけど発狂しながらさやるの嫌じゃん。冷蔵庫はベスポジ必須、優先度高め。あとだから長物をどうするかっていうのが解決できれば OK なんです。長物ね。いや長物はだから2択だよ。ここの車内の上にラックを作るか、外のここに立てておけるなんかをサムシング作るかで3択だった。それかここをぶち抜いてここの下を空洞にしといて収納にするかね。それはでも現実的じゃない。だってサブバッテリーは絶対に必要だから、サブバッテリーここに置くし、 FF ヒーターもつけるとしたら絶対この下だよ。一択だよ。でこれキャンピングカーじゃなくて、あくまで荷物なんだよね、このシェルっていうのは。そっか。そうだから登録上は軽トラなんだよ。はいはいはい。8ナンバーじゃない。8ナンバーじゃない、4ナンバーのはず。軽貨物で車検は2年おき、自動車税が年間5000円、つまり維持費がかなり安い。これは魅力だよ。それから荷物なんで車検の時は下ろす必要はありますと。だからそのサポートアームを使って取り外してもらって、取り外して車検を2年に1回受ける必要はあります。あくまでこれは軽トラなんで、これ軽トラのこれ荷物なんですよ。信じられますか？信じられません。その代わり走行とかは注意しないといけないけどね。だいぶ重くなってるし高さもあるんで風にも煽られやすくなってるはずなんで、運転はまあ注意が必要ですね。いやーロマン詰まってるわこれ。ありがとうございました。興奮しちゃう。この荷物にこんなに興奮するとは思わなかったわ。すごかったわ。今ずーっと見てたのは標準タイプ用なんだけど、このジャンボ用キャリーでいうとスーパーキャリー用もあると。そうなるとこの運転席の長さが長くなるんで、その分バンクベッドが長いんだ。荷台はその分狭まると。ちょっと見てみようか。基本的にはそのままで、そのバンクベッドと居住空間の比率が変わるって感じだね。海子は寝れる。海子寝れるぐらい、俺はちょっときついぐらいかな。きついかもしれない。最初はなんかここにはフェルト生地が貼ってある。こういうタイプもある。そしてここはゴムじゃなくて金属になってたりとか、ちょっとずつ違う。若干の違いは、作る時によって変わるんだろうね。そこの感じはだいたい一緒だけど引き出す長さが全然こっちの方が短い。元が長いからか。そうバンク部分がこっち側にも棚がついてたりとか、若干仕様が違うのよ。窓がついてるところとか一緒なんだけど、ちょっと位置が違ったりとか、基本的には一緒だね。基本的には一緒。荷台の長さよりちょっと長くなってる。本当だ。15センチぐらいちょいはみ出することによって荷室の広さはちょっと確保してるね。頑張って、もし俺らがゲットするとしたらさっきの標準タイプ用のシェルだから。そうだね。あれだよ。